ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いや、この秋いろんなタイトルの大会が開かれてて、格ゲー好きにはたまんないよね。確かに。でも最近オンライン大会とかが増えて、なんか試合前とかに一瞬選手の部屋とかがチラ見えするのとかめっちゃいいですよね。あるある。あれ楽しいですよね。ずっと見てもパソコン4窓ぐらいでいろんな格ゲーの大会見てますよ。なかなかちゃんと見れますちゃんとは見れない。でも見る。見てるんだ。さすがマスターですね。ジュンさんは？いや、俺も大会見るときに泣いたり吐いたりしてる。あれデトックスだね、本当に。いや、だってさ、普段そういうプレーしない人が逆転するためにさ、リスクの高い技とか振ったりするわけよ。泣いちゃうよね。泣いちゃう。ああいうのいいんだよね。いや、いいですね。感動しますね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。あれ、初登場のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今宵のタイトルは今年2月の発売以来格ゲーシーンを盛り上げ続けるグランブルーファンタジー VS。 本日のお客様は圧倒的な防御テクニックを持つタヒチ選手。アークレボジャパンオンライン2020で見事優勝を果たしたトッププレイヤー。驚異的な反応速度を持ち、人間性能最強とも言われるモッチー選手。レイジーグランブルーファンタジー VS2020 サマーでは無敗優勝を遂げた実力者です。はい、本日特集するのはグランブルーファンタジー VS です。タヒチ選手、そしてモッチ選手にまずこのゲームの魅力を聞いていきたいと思います。やっぱなんといってもグラフィックですね。そのアークシステムワークスが開発したもうすごい綺麗なグラフィックから、グランブルーファンタジーのその原作さながらの個性あふれるキャラクターたちがもうものすごいバトルを繰り広げるっていうところにやっぱ一番の魅力を感じました。作りは割とシンプルで、結構その格ゲーの初心者の人とかでも割と入りやすいような、そういったゲームになってるのかなっていうふうに思ってますね。お二人ともこのグランブルー VS って初期からやられてる感じでしたか？そうですね、発売日からずっとやり続けてますね。そうですね、自分もそうですね。もともとは、ギルティギアのプレイヤーと一緒に、飲み会をしていて、大会も終わったし何やる次みたいな感じで、そういえばグラブル発売するねっていう話から、じゃあやるかみたいな感じの結構軽いノリで最初始めたっていう感じですね。そしてそんなグラブル VS なんですけども、この夏開催されたビッグタイトルありましたよね。ありましたね。グラブル初の公式大会レイジグランブルーファンタジー VS2020 サマーで見事優勝したのがこのモッチー選手でした。おめでとうございます。いやー、すごい。本当にいろんなタイトルの強豪たちがこう参加されて、1000人規模の特大の大会になったんですけども、モッチー選手が無敗でなんと優勝ということで、すごすぎる。ありがとうございます。なんで？いやー、なんでですかね。稼働初期からずっと結構やり込んではいたので、そのやり込んだ結果なのかなとは思いますけど、正直できすぎたなっていうのがありますね。決勝戦も激闘でガメラ選手との戦いだったんですけど、すごい面白かったですね。面白かったね。見てたけど、決勝の相手でガメラさんが上がってきた時どんな気分でした？いや、来たかって思って、で、キャラクターをもともと使っていたジータからカタリナに変えるっていうところで、いやー、さすがにカタリナやってないっしょみたいな感じで思ってたんですけど、実際やってみたら、最初2連敗して、すいません、舐めててすいませんでしたっていう感じで、結構びっくりでしたね。そしてタヒチ選手もご出場されて17位タイという結果。そうですね、セミファイナルまでは行ったんですけれども、そこで実力足りずに自分のレイジは終了してしまいましたね。控え室面白かったですよね。控え室面白かったですね。ウィナーズ側8人とルーザーズ側16人ってセミファイナル出場したんですけど、ウィナーズ側は2人1部屋だったんですけど、ルーザーズの16人は1部屋に全て大部俳優と同じだ。お前ら1回負けてるからってそしてなんですけども、先日ですね、10月18日に行われました、アークシステムワークス主催の公式大会アークレボジャパンオンライン2020で見事優勝を果たしたのがタヒチ選手なんですね。おめでとうございます。こちらもおめでとうございます。出場者256人のトーナメント戦となったアークレボジャパンオンライン2020。タヒチ選手は準決勝でモッチー選手との激戦を制し、続く決勝戦ではスコア選手の猛攻をしのぎ
見事優勝しました。モッチー選手は3位タイの結果となりました。いろんなそのユーザー主催の大会だったりイベントとかってあったんですけど、自分今まで優勝したことっていうのが1回もなくて、このゲームってそうなんですね。いわゆるシルバーコレクターで2位が結構多かったんで、もう今回こそはやったろっていう気持ちで臨んだ大会でしたね。それが結果につながってよかったかなっていうふうに感じてます。お二人の直接対決とかってどうだったんですか？準決勝準決勝なんか前日とかに対戦したんですよね。対戦してランクマッチで当たったんですけど、僕が勝率 10% ないぐらいにもうひたすらボコボコにされてて、いやでもなんかそのフェリって結構その2択が強力なキャラで、中段下段でそこからダメージを取るってキャラなんですけど、なんかあの日のタヒさんは全然崩れなかった印象で、投げも崩れないし立ち回りもなんかすごい上手だし硬かったんですよね。あとやっぱ個人的な対策もかなり効きました。モッチーさんってすごい反応がいいプレーなんですよ。全人類70億人の中でも多分トップクラスの反応を持ってるんですけど人類史上最高の人類の可能性ある。稀に見る反応を持ってる。普通の人だと反応しないような動きでもモッチーさんは反応しちゃうんで、ピクってね。確かに確かに確かに。だからそこをなんかついたりとかっていう部分はありました。じゃあそんなお二人のちょっと出会いについてお伺いしたいんですけど、お互いのこと知ってました？もう存在自体はしてたんです。この同じゲームで対戦したっていうのはこのグランブルーファンタジー VS ランクマッチが初めてですね。あってなってそうですこれが噂に聞いていた彼かってあれ懐かしいっすね。いやでも僕も同じ気持ちで、やっぱ最初は新鮮でしたよね。その他の格闘ゲームのタイトルのプレイヤーがもういろんなプレイヤーが大志さんだけじゃなくていらっしゃったんで、あこの人と俺対戦できるんだっていうこうワクワクしながらすごい楽しんで対戦してましたね。モッチーさんから見てそのタヒチさんってなんかどんな印象とか？守りが硬いですね。ああそうなんいやですね。本当にそのグラブルの上位プレイヤーの中でももう本当にトップ5とか3とかに入るんじゃないかっていうぐらい守りが硬くて、あと声がすごいかっこいいなって思ってて、さっきのそのレイジの控室の話で、多分タヒさんが僕が来たこと気づいたんでしょうね。その控室の中で「あモッチーさん来た!」ってちょっと似てたといい。ちょっと似て来たって言ってくれてて、あタヒさん僕のこと知ってくれてるんだってちょっと嬉しさもありつつ、そんなこと思ってたんですか？あ思ってました思ってました。タヒチさんから見てモッチーさんはリアルは高青年だなと思って、なんかあんなにゲーム上手くてこんなイケメンいていいのかっていうふうに思いました。確かに。なんか天は2物も3物も与えるんだなと思ってプレースタイルはもうとにかくもう反応が良すぎて、他の人には真似できない攻略の仕方がやっぱりすごくて、人間性能が高い人って人間性能でもうやろうとしてもできない。だからモッチーさんのファンなんですけど、ちょっとモッチーさんと同じプレーできませんっていう人が続出しちゃってて、今ちょっとそこは困るなって。そうなんですね。でグランブルーファンタジー VS のオンラインのランクマッチにはマスターっていう一番上の称号があって、特にシーズン1の時ってそのマスターに誰がなるかってすごい争いがあったじゃないですか。ありましたね。はい、普通の格闘ゲームのランクマッチっておそらくそのポイントが一定に到達すると称号が上がるっていうような。グラブルは違うんですよね。グラブルはそのポイントが一定に達した時に昇格戦っていう別のモードに突入するんですよ。段位認定戦が。段位認定戦、そこで5連勝しないとマスターになれなくて、同じ実力のすげえ強い人を5回倒さなきゃいけないんですよ。5連勝しなきゃいけない。今回シーズン2になってから自分は昇格戦で26回やった上で昇格しました。26回自分はそのガメラとずっとお互いに星を奪い合ってもうどっちも昇格しないみたいな。独特ですよねあのシステムこれは。は本人は苦しいんですけど見てる方は死ぬほど面白いんですよ。そうだから盛り上がりますよね。盛り上がりますね。そう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 。そしてシーズン2開幕となる大型アップデートが行われましたね。全キャラクター調整いろいろ入ったと思うんですけども、全キャラの共通の調整として、はい、飛び道具技が若干弱くなったんです。ただメーテラの場合は他のキャラには珍しく新しい技が追加されていて、弓を放つキラ星っていう技が今までは1種類の起動しかなかったんですけど、これがもう1種類追加されたことによって立ち回りの幅がかなり広がってまして、はい、そしてモッチー選手はフェリー
今までのその強かった置き攻めとかコンボとかっていうのがちょっとできなくなった部分とかもあったりしたんですけど、ドローンっていう空中でドリルを3つの軌道でこう斜めにドリルするっていう技があるんですけど、あれがすごく強化されて、ドリルがそうです、たまたま刺さったドリルから半分減ってそこからの置き攻めで倒しきるみたいな戦い方が結構できるようになったので、そのドリルの使い方でコンバージョンが変わってくるのかなっていうふうには思ってますね。ただその新キャラクターが追加されたわけですよね。ベリアル、そしてカジオプトロが追加されたわけですけども、いかがですか？ベリアルがやばすぎますね。やっぱり他のキャラクターが持っている強いと言われている行動を大体持っていて、攻めの強さもそうなんですけど、立ち回り飛び道具のゴエティアっていう技があるんですけど、そこの性能がズバ抜けてて、例えるならメーテラに飛び道具合戦で勝てるレベル。だってあんな7位の飛び道具持ってるけどね。でもそうなるとさ、そのベリアル狩りをしたプレイヤーはなんか勇者みたいなところが生まれるじゃないですか。それもちょっと楽しみなんだよな。うわー、この話してたらちょっと覇者同士の戦い見てみたくなっちゃったな。でもさすがにグラブルはないっすよね。ないわけないじゃないですか。ですよね、お二人戦っていただいてもよろしいでしょうか？もちろんです。はい、それではエキシビションマッチグランブルーファンタジー VS を行っていきたいと思います。組み合わせはモッチー選手対タヒチ選手、お互いに公式大会を勝っている2人の対決。そうですね、タヒチさんにはアークレボでこの間負けてるんで、今日はちょっとリベンジしたいなと思います。直近の大会だと勝ってるんですけど、普段の成績はだいぶ負け越してるので、どこまで抗えるのかっていうところはあるんですけど、頑張りたいと思います。お願いします。西合選手のエキシビションマッチ、モッチー選手 VS タヒチ選手の対戦。まず出てきたのはタヒチ選手が使うメーテラ、弓矢を使うキャラクターですね。超遠距離型キャラクター。そしてこちらがモッチー選手の使用するフェリー、ムチを使う、こちらも遠距離型のキャラクター。お互いにやはり遠距離型なので、こう中遠距離での駆け引きですね。しかしそこでこう飛び込んでくるこのドリル、トークでも強いと言われていた、そこに対してタヒチのメーテラどう対処していくかというところなんですが、攻めが展開されます。もう画面足、これは苦しい。しかしうまく暴れたこの守りの硬さ、ボタンを押しましたね。ジャック攻撃、発生の速いジャック攻撃を使うことで攻めを止めてきました。投げを抜ける、ここも抜ける。そしてプレッシャーをかけていく近距離強攻撃、そしてさらに投げ、大きい攻め攻めが始まります。ここで金力点という、いわゆる幻影人的な技で、2択が仕掛けられるとですね、とんでもないダメージになる。ドリルが攻め込んできます。また中段からドリルキャンセル、とんでもない火力。中段、上り中段からドリルでつながっちゃうの？つながっちゃいます。フェリーというキャラクター、このグランブルーファンタジーバーサスが珍しく奥義を2種類持っているというキャラクターになっています。そのうちの一つが先ほどの金力点。さらっと中段ガードしてる。これを見てからではなく、その下段と中段のタイミングでうまくこうガードを切り替える、いわゆるファジーガードをタヒチ選手が使っていると。じゃあ防御力の高さってそういうところなんですね。体力は若干タヒチがリード。うまくはたいていく、画面も押していく。やはり画面足で行きたくないですから、中距離うまく使っていきたいのはタヒチ。しかしそこに対してドリルで攻め込んでいくのはモッチー。ディスペンスとムチで引き寄せて大きい目が始まります。ここから2択どっち、食らってしまったからの足払い、フェアギフテン、さらにジジを設置して2択ガードはできない。セットで大きなダメージを与える。うまい対空からの浮き攻めどっち、エーテリアルシールを張って投げを2つ削りもあるぞ。そしてこのうまい設置したこの蝶々をですね、弓矢で攻撃すると今のように爆発して飛び道具になるというエーテリアルシールを早めに設置したものを投げの後にうまく活用してラウンドを取り返しましたタヒチ。これは連続ガードのケフリーフィニッシュはないんですよね。そうですね、連続ガードがなかったので見ることができました。位置を入れ替えて画面足に追い詰めたのはタヒチです。ドリルで接近してくるのはモッチ。ここをうまく割り込んでいきたい。飛び道具の遠距離強攻撃と平腰をうまく、おっと対空エーテリアルを発動しますが、ここはコンボにはならず。
またしてもうまい。ゲスペンストに対して回り込みからエーテリアシールを使った攻め、触れてる時間がほとんどない。体力を削っていきます。そしてこの空中ができないはやぶさ落とし部をうまく活用する。また画面下に追い詰めて攻め込むのではなくてこのラインを生かしていきたいところだが、ドリルジャガミットでコンボにつながる。フェアギフテンからジジ設置引き戻してジジが当たって足払いから2択に来る。どっち？ここはファンジなんとか耐えた。おいボタン押した。攻めるのはタイシです。エテレから投げ抜け誘いの近距離強攻時だがガードでしのぐのはモッチ。体力はほぼ同じ。ただゲージがありますよ。ドリルもう一度ここは繋がらず削っていくのはモッチーです。うわー、ゲッペンソ繋がった。まずはモッチー2先ですからね。はい、触れてる時間が少なかったな。いつかちゃんとか俺とかだったら切れてるやつだね。切れてるって切れてるやつですね。お互い遠距離キャラなんでやっぱ触られたくはない、特にやっぱりモッチーフリ側のそのドリルでの攻め継続あるんで、タッチ側としてはもう本当に近寄られたくないですね。ターンが始まっちゃったら、それから画面の中央にある戦っていきたいところですが、じりじりと画面端ジジが設置された。ジャンプで逃げる、お前平星を使って対空をずらした。タッチのファインプレーが出ました。うまくエーテリアなどを使いながら逃げていきます。タッチお互いに扇ゲージ溜まりました。ここで遠いか、漏れてしまった。そして逆にモッチーの逆襲、エアギフテン画面足に送り込んでトロンベ足払い、とんでもないダメージだ。さらに攻めがつながります。プレッシャーをかけていくのはモッチ。足払いからジジが設置されてプレッシャーどうする。ここはガードでしのぐ。時間が40秒を切ろうというところ、奥義がちょっと差しがもないのが痛いところか。ゲシュペンスとプラスはなんとかガード。しかしこの画面足フィントをかけるか、ドリルしゃがみヒットつながる。モッチーがリーチです。相手を画面端に追い詰めてモッチーさんしゃがんで様子を見てるっていうね。というのもこのメーテラ、いわゆるホバージャンプのゼファーって動きがあるんですけど、それはその70億分の1の反動を持つモッチーはしゃがみ C タイプを狙ってるんですね。なのでちょっとそれによって押し返すという動きも内側はちょっとできていない。それだけそのモッチーの反応、これですね、これがホバージャンプになってます。ただ PM タイプよしこの人始まる。ダメージ重視からのジジが設置されてベッドからのジジのヘッドの後ろ足で固められまくっている。投げ誘いなんとか致命傷変だ。おっと見てるのは見ている。ベッドプラスで対空からまたしても金リヒテンのトリプルアタック確定から攻めが始まるけどなんか我慢できない。コロンベからつながってすごい減ってる出動する。画面足苦しい。押し返しきら星エーテリアルも設置。ただやはり押し返す動きはしづらい。モッチーも足の動きを見ています。微妙に押し返せるか。スペースは取れたけどここで大きいじゃ溜まったんですが牽制を繰り返して見事2連勝勝利したらモッチー。おめでとうございます。そうですね、リベンジ果たせてよかったです。今回勝てましたけど、タシさんのガードが相変わらず硬くて、いやどう崩そうかなっていう感じの戦いでしたね。またちょっとランクマとかで対戦したいなっていうふうに思います。そうですね、やっぱりモッチーさん強かったですね、もうこの強さあるならレイジュウィンターも期待ですね、今回は負けてしまったのでまたぜひネット対戦の海で対戦できればなというふうに思ってます。ありがとうございました。アークシステムワークスが主催する公式オンライン大会アークレボジャパンオンライン2020。本大会は10月10日から24日まで5つのタイトルで開催されました。メインタイトルとなるグランブルーファンタジー VS 部門、シーズン2初となる大型大会として注目を集めました。抽選で選ばれた256名による
シングルエリミネーションのトーナメント。しっかりと3位大反撃。新キャラクターのベリアルを短期間で仕上げてきた選手たち。一方でキャラ対策をしっかりと練り上げ、自分が信じるキャラクターを貫く選手たち。随所で素晴らしいプレーが繰り広げられ、大会は大いに盛り上がりました。準決勝第1試合はモッチー選手とタヒチ選手の戦いに。接戦となりますがタヒチ選手が勝利。続いてスコア選手とハウコ選手による準決勝第2試合。この日絶好調の動きを見せるスコア選手が3対0のストレートで勝利します。ただ体力有利は歴然、投げをすかさせた。決勝戦はタヒチメーテラ対スコアランスロットという形に256名の頂点を決める決勝戦。技術、反応、対策、読み、全てがハイレベルな戦いに。これは確定している。三角飛びからうまく対空して自分との戦いに勝利したフィニッシュ。激戦を制し優勝に輝いたのはタヒチ選手。両選手素晴らしいプレーでした。アークレボジャパンオンライン2020最終日を締めくくるのはもう一つのメインタイトルとなるブレイブルークロスタックバトル部門。8時間の長丁場となった大会。並みいる強豪選手を退け決勝の舞台に立ったのはスルメ選手とシゲ選手でした。ジャンプへ当たって後ろパートナースキルで拾ってマッシュにヒルウルトラチャージ。そしてお互い一歩も引かず最終戦にもつれ込んだ接戦を制したのはスルメ選手。見事な勝利でした。アンダーナイトインバースエクセレイトクレア部門の優勝はキョウ選手。ブレイブルーセントラルフィクション部門の優勝はフックー選手。ギルティギアエグザードレブ2部門で見事優勝に輝いたのはトモ選手でした。おめでとう。はい、それでは本日も閉店のお時間となりました。初めてご来店してくださったお二方ももっと知りたいって思いましたし、もっと戦い見たいって思う回になりました。やっぱ覇者同士の戦いっていいっすね。でガメラさんとかスコアさんとかもちょっと間に入れてなんか4つどもえやってもらいたいなと思いましたね。はい、今回お話しさせていただいてこのグランブルファンタジーバーサスっていうゲームもっと好きになれたのでこれからも頑張っていきたいなというふうに改めて感じました。ありがとうございました。こういったトークの機会とかってそんなにないので、貴重なお話とかできて、とても楽しかったです。で、先ほど太一さんと対戦してグラブルバーサス対戦したくなってきたので、家に帰ったら早速ランクマしていこうかなっていうふうに思ってます。貪欲すごいね。ありがとうございました。ということで、格ゲキッズハメジュン、今夜のゲストはタヒチ選手とモッチー選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回ストリートファイター5チャンピオンエディション特集。ガチ君選手、川野選手がご来店。お楽しみに。